ひなまいの熱波ラジオ12分でさよなら。はい、このラジオは12分の砂時計に代わりになるラジオとなっております、お相手は放送作家の澤田さんです。はい、よろしくお願いします。いや最近私気になる人ができたんですよ。気になる人、はい、それはどういったジャンルのはい、私のインスタグラムに何を書いてもひなまいちゃんと結婚したいってコメントしてくる人がいるんですよ。はいはいはい。その人最初は、私はまあ結婚したいんだなって、そういう人もいるよなって思ってたんですけど、もう何書いても、例えばご飯これ美味しかったって書いても、ひなまいちゃんと結婚したい、今日麻雀楽しかったって書いても、ひなまいちゃんと結婚したい、もう本当に全部の投稿、全部のストーリーに、もう全部ひなまいちゃんと結婚したいってもう書いてくるんですよ。で漏れとかないですよ。もう、全部の投稿なんで、どんだけ結婚したいんだろうって思って気になってきて、うわー持ってかれてるじゃないですか。でこの人に、いつか結婚したい以外の言葉を言わせたいなって思って、なんか、振り向かせる方法ないですかね。でもトンチを使うしかないですよね。トンチ？結婚したいんですよね、その人は。私例えばサッカーの雑学詳しい人と結婚したいなって言ったらその人が結婚したかったらサッカーの雑学を書いてくるはずですけどね。確かに、そこで結婚したいって言ってたらハート強いなと思いますけど、本当に全部の投稿にだからもう何を言ってもダメなんじゃないかなって思って、ぜひこれを見ていたら結婚したい理由とか、なんで私のことが好きなのかとか、もうそっちを書いてほしい。それアカウントはもう分かってるんですよね。もうアカウント特定してますし、それいいですね。もう今日も来たなって思って、もう最初は何とも思ってなかったんですけど、やっぱこの数打ち当たれっていうか、やっぱそれこそね、以前このラジオでも投稿あったんです、好きって言われたら好きになるもんですか？なるタイプです。なるタイプなんだ。私はもうどんだけこの人が私のことを好きかによって付き合いたいか決まってくるんで、もう言われ続けたら言われ続けただけ、そこまで言うんだったらってなります。どうですか？なりません？まあね、自分に好意を持ってくれる人はもちろんあれですけど、でもなんだろうな、好きって言われたから、ちょっと待ってくださいね、ちゃんと考えますね、そんな経験がないわ。好き言われた経験ないですか？言われた経験がないわ。意外ですね。いや、意外じゃないでしょ。言われてそうですよ。意外じゃないです。全くないですよ、本当に。あれですからね、中学校の時とか1軍2軍ってよく言うじゃないですか。1軍ですよね。私1軍でしたね。ですよね。で1軍はそう言うんですよ。本当に。1軍じゃないんですか？僕は中学校の時みんながそれこそちょっと色気出して、ヘアワックス使ってみたり、ちょっと髪染めてみたりとか、なんかちょっと制服アレンジしたりとか、みんなでちょっと夜、カラオケ行ったりとかしてる中、誰よりも朝早く学校行ってサッカー朝練出て、泥だらけで授業受けて、一日中短パンで過ごしてた、そっちのタイプなんで僕は。マジで？でもサッカーやってたら1軍になる可能性ありますよね。いや、サイドバックですよ。サイドバックが持てるわけないじゃないでしょ。じゃあ自分では何軍だと思ってますか？いや、もう何軍とかじゃないです。僕あと3月30日生まれなんですよ。で思春期が遅いんですよ。H2 の国見ひろと一緒で僕は。分かんないかもしれないですけど、分かる人だけお願いします。俺の青春が遅れてただけだ、秀夫っていうあれがあるんで。でも僕がもう女の子とかを意識全然してない時にもう周りがもう色恋してたみたいな。今になって昔の人と会って同級生と会ってお前あの子と付き合ってたのとか、あそことあそこ付き合ってたのっていうか、中学校の時にそんなみんなデートとかしてたの？俺朝練言ってたけど俺にも言ってよって。してなかったんですか？してないです。片思いはしてましたよ。でも本当小学校の延長生ですよ。ずっと同じ子好きだったんですか？中学校の時3年間同じ子好きでしたね。告白とかしないで？告白してないです。でそれこそ俺と仲いいサッカー部の友達がそいつに告白するって言って、いいんじゃないっていうのを言ってたタイプ。
いや本当はそういうこともしたかったけどできなかったってことですよ。でも俺の青春が遅れてただけなんで言い訳ですねそれね。でもその俺の友達がその俺の好きな子に告白して振られた時は、シャーって言ってたからシャーって。へえ、なんかどんどん知っていくうちに意外な一面が。だから思ってるのが違いますよ。チャラいわけがないじゃないですか、まず。それ俺あれちょっとやっぱ家に帰っても、はい、チャラいって言われたけどちょっとあれやっぱ納得いかないなって思いますもん。本当ですか、だって見た目的にももうそのすごい飲み会とかしてそう。全然でもその23型についてとかはありましたよ。はい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 。でももう本当に賑やかしですよ。23型とかそういうこと仮面ライダーとか呼ぶんですよ、医者とかで。なんかこの医者何の車乗ってきたか分かるかとかって、なんか合コンのみたいなモテようとするのを総合的芸人の時に、いやいやその人だけが金持ってるみたいな言い方しないでくださいよ。お沢田どうしたっつって僕もね稼いでるんですよ。お先月の給料言ってやれっつって8万ですみたいなみたいなもうタイプ、もうそっちの役は意外ですね。いやあとチャラい人俺嫌いですからね。あ、そうなんですか。チャラいのは、嫌いというか苦手な人種。じゃあ一軍とかも結構初対面で、なんだろう、初対面ってお互い敬語だよねと思ってるタイプ。あ、それをちょっと超えてくる人は嫌だっていう。嫌だじゃないけど、それこそ憧れもあるし、なるしなとは思いますけど。へー、不思議な。一軍には分からないですよ。いやずっとモテてきましたもんね。でもモテてましたよ。ほら。確かに。なんか私、いい感じに運動もできて、いい感じに勉強もそこそこな感じで、いい感じのラインをこう言ってたから、行きやすかったんだと思う。いや一軍の発言ですね。本当に。そうなんですか。いや一軍の発言ですね。本当にもう僕らが必死こいて告白できずにちょっと地味なやつらで集まって3人でコショ言ってそっち。それでもそういう人ってなんか芸人さんで多くないですか。どっちかって言いますよね。クラスのリーダータイプだった子か、もうほんと数人を笑かせてたタイプかみたいな。僕も一緒に仕事する人はそっちが多いかなっていう。なるほど、面白い。人って見た目によらずですね。見た目も別にそんな、なんかこのままだと思ってますけど不毛なとこ行きましょうか。はい、サウナとさあ大丈夫ですよ。はい、はい行きましょうか。はい、ロッカーナンバー23番アルシャビンさん。今付き合ってる彼女と結婚を考えているんですが、財布って一緒がいいですか？自分はお小遣い制は絶対に嫌なのでバラバラがいいのですが、女性目線の意見を教えてください。結婚したら結婚してお財布バラバラか一緒か。お財布バラバラ？結婚した意味なくないですか？いや結婚した意味はあるでしょ。だってお財布一緒じゃあ例えば結婚しました、日野さんに全部預けると、収入を、でじゃあ旦那に、3万円だったら3万円、床に投げて拾えよとそこまではしないにしても、そっちがいいってことですか？そっち。俺絶対嫌だ。俺もこの、アルシャビンさんと一緒。サッカー選手の名前ですね、アルシャビン。そうなんだ。と一緒。嫌だ、お小遣い制。ってことは、奥さんも働いてて、自分も働いててってことですか？奥さん働いてなくてもいいですよ。生活費は入れますよ。例えばじゃあ毎月決まった額、じゃあ、それが相場がいくらか分かんないですけど、じゃあこれぐらい入れてねっていうのは入れますよ。で僕らの仕事って毎月の金額決まってないじゃないですか。今月多いなとか今月少ないなとかあります。だから決まったこの金額は絶対渡す。で生活費とあなたの奥さんが自由に使えるお金やって。で僕は僕でそれ以外のお金で僕はやりくりするから。がいい。じゃあ好きにやられちゃうじゃないですか。好きにやってもらっていいですよ。僕もだってお小遣い制はちょっと無理だな。てか今どうなってんの考えたこともなかったんだけど。でもよく言いますよね、お小遣い制とか。だいたいなんか、お小遣い旦那に渡して、旦那さんがこれでやりくりしてますみたいなのよく聞きますよね。お昼ご飯代がなんとかとかね、ワンコインでとか。いや俺ちょっと一緒は無理だな。一緒がいいかも。お金の管理とか得意ですか？いや苦手ですね。だから
旦那さんがやってくれる。旦那が持ってる一緒がいい。ああ、だかなるほど。ら逆に私はお小遣い制でもいいかも。でも多分分かんないですよ。僕今の物価の状況とか、あれ分かんないですけど、よく聞かれたのはお小遣いって多分3万5万とかそんなレベルですよ。少なだから私も働いてるとして、私のお財布は別。私だけうわー、はい、絶対見せない。でこっちお得側の財布でやりくりしてこっち一緒に使ってこっちはこっちで私持ってます。こっちは持ってます。ダメですかね。いやでも旦那が管理だったらまだ俺はそっちの方がいいかもしれないですね。そうですよね、はい、俺自分が稼いだの全部渡してお小遣いもらうは俺は嫌ですね。確かにモチベーションとかね。でもそういう人たち聞いてみたいですよね。どういう心情なのかね。嫌だって思ってるのか。どうなんですかね、ちなみにカメラスタッフはお小遣い制ですか？お小遣い制じゃない、やっぱり。でもやっぱこういう業界、まあだから自分で管理ってことですよね。バラバラですよね。バラバラなんだ。共働きですから。で家賃とか生活費はお互いが毎月だから夫婦の口座にお互いが毎月これ入れるみたいな感じかな。なるほど。まあじゃあ本当に平等ってことか。でもそっちだったらね、喧嘩とかもね、俺が多く払ってんだからとか言われたりも絶対に。でもプールする金額は男女違うかもしれないですよ。旦那は月20万入れて奥さんは10万入れてとかもかもしれないです。そこはルールが。やっぱ結婚したくないなさあアルシャミンさん、このアルシャミンさんからの質問で日野さんが結婚したくないとこれがどういうことが起きるかと、日野さんと結婚したい人がいるんですよそうだ、その人に影響が出てしまいますはいアルシャミンさん、はい、ありがとう。でもいろいろコメント欲しいですね。さっきの方もこの夫婦の方もちょっといろいろ教えてください。はい、ありがとうございました。さようなら。